こんにちは、相互先生です。今回は前回投稿したダナンでの Vlog に出てきた会話やフレーズについて紹介していきます。自分自身英語を勉強するために海外の Vlog を見てわからない言葉やフレーズについて後から調べて勉強しています。そうすることで自然とボキャブラリーが増えるのでとてもおすすめの学習方法です。今回は皆さんの日本語のボキャブラリーが増えるように役に立つ言葉などを紹介していくので、ぜひ最後まで見てください。今回はこれらの6つのフレーズについて紹介していきます。全部意味がわかりますか？それでは早速1つ目から見ていきましょう。1つ目の言葉はこれ、節約。僕たちは節約のためにバスを使って移動してました。意味は無駄遣いをやめて切り詰めること。つまり簡単に言うと、あまり使わないということです。例えばこんな時に使えます。交通費の節約、電気の節約、節約のためにカフェに行くのを我慢する。また節約という言葉の動詞は節約するです。例えば交通費を節約する、電気を節約する、節約するために外食を我慢する。似たような言葉で節水であったり節電っていう言葉があります。節水は水を節約すること、つまり水をあまり使わないこと。また節電は電気を節約すること、つまり電気をあまり使わないことという意味です。次の言葉はこれ、もちろん。もちろん。漢字はこうやって書きますが、日本人の私でも書けないので覚えなくても大丈夫です。注文したのはもちろんワインせよ。意味は論じる必要のないほどはっきりしている様、言うまでもなく。簡単に言うと、当たり前にっていう意味です。 Vlog で僕が言った注文したのはもちろんバインセオという文章は、バインセオが有名なお店に来たのだから当たり前にバインセオを注文しましたという意味です。英語だと of course とか absolutely とかそういった言葉になります。例えばこんな文章で使えます。ピザが有名なお店に行ったので私はもちろんピザを注文しました。もしくはこんな会話もあるかもしれません。私も一緒にカフェに行ってもいい？もちろん。フォーマルな場面ではもちろんだけだと少しインフォーマルに聞こえてしまうので、フォーマルな表現をしたいときは最後にですをつけてもちろんですっていう言い方をするといいと思います。次に紹介する言葉はこれ、めちゃくちゃ or めっちゃ。僕の口癖でもあるので Vlog の中で何回も出てきました。めちゃくちゃでかいこん市場に来ました。カフェに向かっていた途中、
めっちゃ面白そうな美術館があったので急遽寄ることにしました。意味は程度が甚だしい様、もしくは非常にとか大変という意味です。これは程度を強調するときに使う言葉なので、英語だと so blah blah とか very blah blah とか、あとは quite blah blah っていう言い方をします。例えばこんな時に使います。うわー、海がめっちゃ綺麗、空がめちゃくちゃ青いな、うわ、あの人めっちゃ走るじゃん。めちゃくちゃでもめっちゃでも同じ意味です。ただどっちもインフォーマルなので、フォーマルな表現が必要な場所ではちょっと控えましょう。もしフォーマルに言いたいときは、めっちゃめちゃくちゃという言葉をとてもとか大変っていう言葉に変えるといいと思います。例えば、わあ、とても海が綺麗ですねとか、わあ、大変美しいですねっていう言い方をするといいと思います。もしくはすごくという言葉でも置き換えることができます。例えば、山がすごく綺麗ですねっていう言い方をすると少しフォーマルに聞こえます。次に紹介するのはこの言葉、一番。一番。ベトナム来てココナッツコーヒー、エッグコーヒー、バナナコーヒー、いろいろ飲んだけど一番は何ですか？ココナッツミルクコーヒー。ココナッツミルクコーヒーが一番でした。意味は最も優れていること、また最も大切なものという意味です。簡単に言うと、最もいいものという意味です。例文としては、今まで行った国の中だと日本が一番かなとか、これまでたくさんのカフェに行ったけどやっぱりあそこが一番だよねっていうふうに使えます。また副詞として一番という言葉が使われることもあります。その時の意味は同じで、この上なくとか最もっていう意味があります。例えば、ここのコーヒーが一番おいしいとか、太郎くんがこのクラスの中で一番速く走るっていうふうに使えます。この時文章の中で一番っていう言葉を強調するとより意味が伝わりやすくなると思います。例えば、一番おいしいのは和食だよねとか、彼が一番背の高い生徒です。次に紹介する言葉はこれ、両替。両替。2回目の両替をしに来ました。意味はある種の貨幣をそれと等しい額の他の種類の貨幣と交換すること。難しいですね。つまり簡単に言うと、お金を交換することです。英語で言うとマニーエクスチェンジ。例えばこんな言い方ができます。ゲームセンターには両替の機械が置いてあるとか、外貨への両替は銀行でできます。この言葉も動詞は後にするをつけるだけです。つまり両替する。例えば、今度アメリカに行くので円をドルに両替する
とか、千円札を100円玉に両替する。また、お店の人に千円札を100円玉に変えてほしいときは、100円玉に両替してもらえますかっていうふうにお願いすると伝わります。最後に紹介するのはこの言葉、ぐ。めっちゃ具入ってる。おお、めっちゃ入っとるな。この意味は、料理で汁、混ぜご飯などに入れたり付け添えたりする魚、貝、肉、野菜などの副材料。つまり簡単に言うと、料理に入っている食材っていう意味です。英語で言うと ingredient。 例えば、何も入っていないおにぎりのことを具なしおにぎり、具なしおにぎりっていうふうに言います。他の使い方だと、おにぎりの具は何が好きですか？あとはスーパーマーケットで何を買うか相談しているときにこんな言い方ができます。具何にする？これめっちゃ言いにくいんですけど、よく使います。具何にする？ぜひ覚えてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。今回紹介した6つの言葉、いかがでしたか？全部意味が分かりましたか？こうやって言葉の意味だったり、意味が似ている言葉、そしてその言葉を使った例文っていうのをいろいろ深く見ていくことで、自然とボキャブラリーが増えていくので、ぜひこういった勉強法も取り入れてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。今回の動画はここまで。見てくれてありがとうございます。インスタグラムでも毎日発信しているので、ぜひチェックしてみてください。Please check my Instagram account. Thank you.